これ2回目だよ。もう勘弁してよ。マジか。ディーラーから部品が届いたと連絡が。はい、ということで今日ですね、ディーラーの方に入院する日になっております。オイルホースとかね、トラクションオイルはこっちで準備しましたので、このままディーラーの方に直行ですね。いやディーラーさんにね、着いたのはいいんですけど、11時の約束なんですけど、10時35分ぐらいにね、着いてしまってね、ちょっと早すぎるんで、ディーラーさんもいろいろとね、準備とかあると思いますんでね、約束の時間が11時っていうことなので、暇つぶしにコンビニの方で休憩の方します。コンビニで買い物しますね。コーヒーの方を買いました。いつもならね、外でコーヒー飲むんですけどね、車を眺めながら、ちょっと今日は暑いんで車の中でね、飲もうと思いますね。コーヒーもね、冷たいのと熱いのがあったんですけど、あったかいのにしましたね。今腹の調子がね、よろしくなくてですね、よくゴッドは腹を壊すんですよね。結構ストレスで下痢したりとか、そういうのがありますんでね、ちょっと腹に優しいあったかい方をね、選択の方をいたしました。コーヒー自体もね、体に胃酸を増やしてしまったりとかね、するんで、お腹にいいかと言われたら微妙なところはあるんですけどね。ちなみにゴッドが好きなのがこのレインボーのボスですね。これが一番美味しいなって個人的には思います。はい、そしたら皆さん乾杯。はい、約束の時間のですね、10分前になりましたので出発していきます。ただいまホンダカードのお店に着きました。無限 RD とも離れ離れですね。元気になってこいよ。また一緒に走ろうな。シビックだ。かっこいいね。時は前日に遡る。どうも、上川 TV のゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。前回ですね、研究動画っていうことで、スーパーチャージャーのオイル漏れが発覚したというですね、動画の方を上げました。今回ですね、このスーパーチャージャーのオイル漏れの原因が分かりまして、ディーラーの方に入院することとなりましたので、皆さんにご報告の方をいたします。いやー、大好きなね、この CRG 無限 RG としばらく離れ離れになるなんてね、めっちゃ寂しすぎますよ。だいたい1週間ぐらいですね。1週間ぐらいこの大好きな愛車と離れ離れになるなんて、いやー寂しい。いやーそれよりね、めっちゃ眩しいもう見てください。めっちゃね、逆光なんですよね。すいません、今日はこのスタイルで話させていただきます。それでは行きましょう。このチャンネルでは車が大好きなゴッドが車を運転する楽しさを訴えようといろんなことにチャレンジし、車に関することを発信しています。ぜひチャンネル登録していただき応援よろしくお願いいたします。いやここまでですね、運転をしてきたんですけども、スーパーチャージャーオイル漏れしてんのに運転しても大丈夫なのっていう風にね、思う方もいらっしゃると思うんですけども、このね、無限 RG は結構不思議な車でしてね、スポーツ、ノーマル、エコっていうね、モードがあるんですけど、このエコモードっていうものをね、押しまして、アクセルの方を踏むとですね、このブーストがね、全くかからないんですよ。これ本当に不思議なんですよね。エコモードにするとブーストがかかんないっていうね。ブーストをかけたくなく走るのであれば、必然的にエコモードを使って走るとブーストかけずに走れるっていうね。なんでね、かれこれ僕はずっとエコモードを使ってね、走ってるんですよ。もうかれこれもう3週間ぐらいになるんじゃないですかね。もうずっとオイル漏れが発覚してからずっとエコモードを使って走ってるんで、ちょっと物足りないっす。正直物足りないです。早くね、スポーツモードを使って走りを楽しみたいなっていう思いがね、すごいあるんですけどね。その辺は今はちょっと我慢の方してね。今我慢しないとね、一度ね、僕、この車情けないんですけど、ぶっ壊してることあるんでね。スーパーチャージャーをぶっ壊して、本体を交換したことがありますんでね。
ちょっとその辺はおとなしく、我慢してって感じですね。はい、このチャンネルをねご覧になっている方はご存知かもしれないんですが、ゴッドの愛車 CRD 無限 RG はですね結構特別な車でしてですね、フルチューニングカーなのでメンテナンスには結構ね気を使う必要がありますね。今までも先ほども申し上げた通り、スーパーチャージャーをねオイル漏れでスーパーチャージャーのホイール本体を交換したりとかね、あとはミッションオイル漏れでミッションのオイルシールをですね交換したり、ドアの方がですね故障の方をしましてドアの修理をしたり、そしてですね塗装ですよ、塗装の方が剥がれまして、ここの部分ですねちょうど今綺麗に直ってるんですけども、クリア塗装が剥がれまして、それを直したりとか結構ねいろいろとお金をかかる車です。はい、この無限 RG はですね普通の CRG で起こる経年劣化にプラスしてですね、特別に武装しているところもメンテナンスをしないといけない車です。今回も自分でオイル漏れに気づいたわけですが、自分で気づかなかったらっていうふうに考えるととても恐ろしいですね。自分で気づかずね、故障させたこともありますんでね、今回もスーパーチャージャー故障させていたかもしれませんので、無限 RG は本当にねメンテナンスに気を使う必要があります。はい、エコモードで走っていく。中にはねなんでそんなメンテナンスにお金かかる車乗っとんのっていうふうに思うかもしれませんが、やっぱりねそれと引き換えにとてつもなくね満足感であったりとか優越感をね得られるんですよ、この車は。 CRG 無限 RG はね、直してでも乗りたいっていう風にね思う車ですし、前回もねドアも壊れた時もお伝えの方したんですが、やっぱり直してでも乗りたい車です。それぐらいね乗る価値のある車だと思うんですよね。こうやってね今エコモードですけど、エコモードでね運転しているだけでもめちゃくちゃ面白いんですよね。もう足回りのねこの感じ、多分この感じ分かりますかね。ちょっと硬いんですけどなんかすごい乗りやすい、硬いんだけどめちゃくちゃなんか嫌じゃない硬さと言ったらいいんですかね。めっちゃ足回りしっかりしてるんですよね。ただね走らぬこうやってねコーナーを曲がってるだけでも本当にねドライバーの意図したままに曲がってくれるんですよね。その良さをねもう分かってしまったら、もうこの車はね本当に手放せなくなると思います。本当によほどの事情がない限りね手放せなくなるなっていう感じですね。僕がこの車手放すとしたら、またスーパーチャージャーを故障したりとか、あと生活にね例えば結婚したりとか、そういうようなね変化がない限り僕はちょっと手放さないかもしれないですね。でもね一つ言えるとしたら、この車が10万キロ目電ですよね。車の価値が下がってしまう、10万キロ目電に、自分が乗りたいなっていう車がもし出てきたとしたら、乗り換えるかもしれないですね。もうこの車はね面白いですよ。今もバス停にね待ってる人がね見てくれました。車の方を見てね目で追っかけてくるんですよね。それぐらいね皆さんの視線に目を留まりますし、本当にこの車はね優越感を得られる車ですね。今後公開予定予告ということで、今回は僕の愛車 CRD 無限 RG を紹介していきます。一体何が原因だったのかっていうことはね、ディーラーさんにねお話を今一度しっかりと聞いてから
ちゃんとしたね、情報を皆さんにお届けしたいと思っておりますので、今回は以上で動画の方終わりますね。次回ですね、ずっと僕エコモード使って走ってるので、久々にスポーツモードにしてね、走ってみる。治った後ですよ。車が治った後に、久々にスポーツモードにするっていうね、動画をちょっと撮ってみたいなっていうふうに思っておりますね。それにプラスして何が原因だったのかっていうことをね、より詳しく皆さんにね、お届けしようと思っておりますので、よろしければですね、チャンネル登録ボタンを押していただいて待っていただけると嬉しいなと思います。以上で今回の動画終わりになります。この動画が面白ければグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。